皆さんこんにちは。山崎です。これから養蜂業を題材とした経済学研究のお話をします。具体的には養蜂地代論というものです。まず養蜂の字のついていない単なる地代論というのは何かということから始めます。地代論というのは土地所有の経済的結果はいかなるものかという問題です。つまり土地を所有している人には土地を所有しているということだけでいくつかの経済的な利益が生じてきます。それは土地の賃貸料であるとか、あるいは土地を売った時に得られる地価です。こうした経済的利益の金額が一体どのようにして決まるのかというのが地代論のテーマです。地代論ではこうした金額が農業や工業などで土地を産業的に使って得られる収入、土地を使うと収入が得られますが、そうした収入に基づいて決まっていると考えます。なお、私は土地を売ったり貸したりすることによる経済的利益が地代論のテーマだと言いました。では、このように土地を他人に手放さない場合には、土地を利用することに伴う利益は生じてこないのかというと、そうではなくて、その場合には土地を利用することに伴う利益は土地を持っていて、自分自身で使っている人の懐に入ってきます。これを機械費用と言いますが、こうした機械費用の大きさも地代論のテーマです。そこで地代論の歴史を簡単に振り返ります。それはアダム・スミス、デビッド・リカードといった18世紀後半から19世紀の古典派経済学が打ち立てて、さらにカール・マルクスが1894年に出版された資本論第3巻の中で一応完成させたと言われています。今言った3人の他にも中年、ジョン・スチュワート・ミル、リチャード・ジョーンズといった重要な論者を挙げることができます。こういった顔ぶれを見ると、18世紀のスミスを除くと、いずれも19世紀の学者です。その後、限界革命以降の近代経済学では、地代論はほとんど議論されなくなりました。また、マルクス経済学でも特に新たな展開は見られません。ただ、地代論はマルクス経済学の体系を完成させる上で重要な意味を持っています。また、産業経済学では地代論は基礎理論として重要です。そこで今日に至ってもマルクスの学説をめぐって議論が続いています。こうした地代論を果たして養蜂業に応用できないだろうかというのが私の基本的な問題意識です。以下、その際の論点をいくつか述べます。今までの話からマルクス経済学に関連した話になることをご了承願います。一つは、養蜂地代は商農地代であり得るという点です。私、先ほど地代論は19世紀に主に展開されたと言いました。しかも、国はイギリスです。19世紀前半から中頃にかけてのイギリス農業というのは、実は世界史的に見て非常に特殊な世界です。というのも、そこでは農業が資本主義的に営まれていました。農業が資本主義的に営まれているというのはどういうことなのかというと、農業が一般企業のように資本家経営者と労働者によって営まれていたということです。19世紀中頃までのイギリス以外の世界では、21世紀の今日に至っても農業は農民によって営まれているのが一般的です。
農民は資本家経営者か労働者かという二者択一的な存在ではありません。そうではなくて、農民は資本家経営者であると同時に労働者でもあります。そして自作農の場合には土地所有者でもあります。地代論は19世紀中頃までのイギリス農業をモデルにしながら組み立てられた理論なので、資本主義的農業を前提にしています。それに対して養蜂家も農民が多いので、資本主義的農業の地代論ではなくて、商農の地代論として展開する必要があります。なお、日本の経済学には商農地代論に関する豊富な蓄積があります。養蜂地代論はこうした商農地代論を参考にしながら展開する必要があります。第2に、これから述べることは養蜂地代論を鋭く特徴づける点になりますが、それは養蜂地代論では土地所有権なき土地利用の経済的利益を考えなくてはいけないということです。私、先ほど土地所有の経済的利益を考えるのが地代論だと言いました。しかし、養蜂家が所有しているのは通常巣箱を置いている小面積の土地です。養蜂家はこの土地を所有者から借りている場合もありますが、その場合も小地片であることに変わりはありません。ところが、この小さな土地をベースにしながら、ミツバチたちは周辺の蜜源植物に蜜を集めに行きます。蜜を集める範囲は半径 2km と言われています。ここで気に留めなくてはいけない点は、養蜂家はミツバチの活動を通じて自分が所有しているわけでもない。そして、借りているわけでもない半径 2km の土地を利用するということです。そして、土地を利用した結果として経済的な利益を得ることができるということです。こうした経済的利益を地代の概念で捉えることができるのではないかというのが養蜂地代論の基本的なアイデアです。土地所有から得られる経済的利益が本来の地代ですが、養蜂地代は土地を所有しているわけでもない。いや、それどころか他人が所有している土地をミツバチを介して利用するところから生じてくる経済的利益です。さて、このように言うと、養蜂地代論というのは、より一般的な地代論の応用問題です。ただ、ここで問題になるのは、実は、地代論というのは、私、先ほどマルクスが一応完成させたと言いましたが、その後も延々と議論が続いている点に示されているように、完璧であるというには程遠い状態にあります。何が問題なのかというと、世に虚偽の社会的価値と言われている問題です。専門的な話になりますが、マルクス経済学では、商品の価値または価格には、商品を作るのに必要な等価労働量の裏付けがあると考えます。これは社会全体で考えても同じで、社会の中に存在している商品の価値または価格を集計した社会的な総価値または総価格は総等価労働量の裏付けがあると考えます。こういうものの考え方を労働価値説と言います。ところが、こうした労働価値説のものの考え方が地代論では突然に放棄されてしまうのです。
資本論というのは非常に長い本でして、新書版で13冊にもなる本なんですけれども、知大論はその一番最後の方の12、3冊目に出てきます。それまで苦心して労働価値説に何とかついてきた読者は、ようやく本のゴールが見えてきたまさにその時に、知大論に至って突き放された感じがするわけです。どういうことかというと、農産物の価値、価格の中には、10日労働の裏付けがない部分が含まれている。それが知大の正体なのだ、と資本論は主張するわけです。ただ、これはマルクスの独創的な主張というわけではありません。そうではなくて、マルクスに数十年先行したデビッド・リカードの主張でもあります。マルクスはリカードの知大論をそっくりそのまま継承したわけではなくて、かなり批判しながら継承していますが、今言った点は受け継いでいます。ところで、資本論の中にこういった理論のほころびがあるとどうして困るのかというと、これは資本論という本の位置づけと関わってきます。資本論は資本主義社会の理論的再生産であるとか、関連的模写であると言われます。どういうことかというと、資本論は現実の資本主義社会を理論の中に写し取ったものである。少なくともそういうものとして書かれ、そしてそういうものとして読まれ続けてきたという過去の歴史があります。ですから、資本論は資本主義社会を構成している最も単純な要素である商品から始まって、最後の諸階級という辺に至る守備一貫した理論体系でなくてはならず、そしてそうした理論体系は資本主義社会を理論の中に写し取ったものであるわけです。ですから、こういう資本論の位置づけに賛成する方にとっては、ある部分は労働価値説だけれども、知大論は違う、などというような不守備なことを十分な説明なしに行われては大変に困るわけです。では、この、虚偽の社会的価値の問題に一体どのあたりから取り組んだらいいのでしょうか。ところで実は資本論にはもう一つ深刻な体系上の問題があります。それは世に典型問題と言われているものです。では、典型問題とは一体何でしょうか。今からそれをかいつまんで紹介します。資本論の体系は2つの次元で構成されています。一つは価値の次元です。もう一つは生産価格の次元です。価値の次元では、先ほど言ったように、生産物の価格は10日労働の裏付けを持っているものとして示されます。そこでは、こういう労働価値説の観点から、様々な重要な法則が展開されます。つまり、剰余価値理論、資本蓄積論、社会的総資本の再生産論などです。これらの理論について、ここで説明している余裕はありませんが、資本主義社会を特徴づける上で必要な様々な重要な理論が、この価値の次元で展開されています。ところが、生産価格の次元では、価値の次元とは打って変わって、商品の価格は、その商品を生産するのに必要な費用に、平均利潤というものが付け加わった形で決まるとされます。平均利潤というのは、現代にはもはや存在しないものなので、あまり馴染みのないものです。しかし、19世紀前半から中頃のイギリスには、資本を投下して事業を行って、その事業が
可もなく不可もなく普通に運営されれば、これぐらいの儲けがあるという世間相場が存在していたようなのです。現代のように大企業がまだ存在しない中小企業中心の社会です。こうした平均利潤はマルクスの議論だけではなくて、デビッド・リカードの議論の中にも出てきます。また、マルクスがかなり批判しているジョン・ステュワート・ミルの経済学原理の中にも当たり前のように出てきます。ですから当時は平均利潤が存在することは当然のことだったようです。ところで、このように言うと、どうして19世紀前半から中頃のイギリスの話ばかりをここでするのかという疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。今は21世紀ではないか。200年も前の、しかもイギリスの話にそんなにこだわるのはなぜなのかという疑問です。当然の疑問だとは思いますが、実は資本主義の論理が現実の中で純粋に近い形で展開したのは、歴史の中でこの頃のイギリスしかなかったという問題があります。自然科学では実験室の中でいろいろなものを純粋培養することができますが、資本主義社会を今の我々が実験室的に純粋培養することは無理です。しかし、19世紀イギリスは資本主義が純粋培養に近い形で展開した歴史上唯一の事例であったと言われています。ですから、私たちは未だにこの時代のイギリスを素材にしながら作り上げられた経済理論を資本主義の純粋理論として尊重せざるを得ないのです。ところで、マルクスは生産価格の次元でも様々な重要な議論を展開しています。そして、先ほどの地代論もその一つです。ところが、価値と生産価格がそれぞれ別々の論理で決まっていると、当然ながら、ある商品の価値と生産価格がずれる場合があります。例えば、ある商品の費用が1万円とします。社会的平均的な利潤率を 20% とすると、この商品の生産価格は1万2000円です。しかし、10日労働量で測ると、この商品の価値は1万2000円ではなくて1万4000円であるかもしれません。生産価格と価値が等しくなる保証はありません。そうすると、このように価値の次元と生産価格の次元、2つの次元が存在していると、これら2つの次元の間の関係は一体どうなっているのかという疑問が当然ながら生じてきます。価値の次元は労働等価の裏付けがある。言うならば本質論的な次元です。それに対して生産価格の次元は日常的な感覚に合致した現象論的な次元です。しかし、本質は現象と関連を持つことによって初めて本質たり得るものです。なお、今言ったような二次元的な把握も実はデビッド・リカードの中にあったのですけれども、マルクスはリカードはこうした二次元的把握が価値と生産価格の乖離をもたらすという問題に気づいてすらいないと批判します。ところで、マルクスは資本論第3巻の中で価値の次元と生産価格の次元を今から述べるような形で関係づけます。そこには2つの命題があります。一つは総生産価格イコール総価値であるとします。総生産価格というのは社会全体の商品の生産価格を集計したものです。
それに対して、総価値というのは、個々の商品の価値を社会全体で集計したものです。もう一つの命題は、総利潤イコール総剰余価値です。総利潤というのは、企業の儲け、利潤の社会全体の集計値です。先ほどの平均利潤は、企業の儲けの平均ですから、総利潤は平均利潤の集計であると考えることもできます。つまり、総利潤は生産価格の次元の概念です。それに対して、総剰余価値というのは、労働が生み出した価値のうち、労賃を差し引いた部分の社会全体の集計値で、こちらの方は価値次元の概念です。今、私が言った2つの命題は、後に総計一致命題と呼ばれるようになりますが、マルクスは、こうした総計一致命題の形で生産価格の次元と価値の次元とを関連付けようとしたわけです。ちなみに、資本論第3巻が、マルクス没後、友人のフリードリヒ・エンゲルスの手によって出版されたのは、先ほど言ったように1894年のことです。ところで、その後、ボルツケビッチというロシア系ドイツ人の統計学者が現れて、1907年に発表した論文の中で、総計一致命題は2つ同時には成り立たないということを数学的に論証します。ただ、この論文は発表された当時は誰からも全く理解されず、長年にわたって無視され続けていました。しかし、1942年になって、イギリスのポール・スウィージーが再発見して注目されるようになりました。ボルトケビッチ論文はマルクス批判として書かれたものですが、まだ価値次元と生産価格次元とはマルクスのような形では関連づけることはできないけれども、別の形で関連づけることができるかもしれない。そういう可能性は残されていました。また、必ずしも2つの命題が同時に成り立つ必要はないわけでして、事実、スイージーによると、総利潤イコール総剰余価値という命題が論証されれば十分なのであって、総生産価格イコール総価値でないというのは重要な問題ではないと言います。つまりスウィージーは、価値次元と生産価格次元との関連についての理解を深めたものとして、ボルトケビッチ論文を評価したわけです。ところが、1971年になって、アメリカのポール・サミュエルソンが、価値次元の議論は生産価格次元の議論を前提としているということをやはり数学的に論証します。先ほど私、価値次元の議論は本質論で、生産価格次元の議論は現象論だと言いました。がしかし、価値次元の議論が生産価格次元の議論を前提としているとなると、前者が本質で後者が現象とは言えなくなる可能性があるわけで、こうしたことからサミュエルソンは価格論があれば十分なのであって、価値論とそれに連なる労働価値説は必要ないとします。でなお、典型論争はこの後もマルクス経済学の内部で決着を見ることなく延々と続いていきますが、論争のフォローはこれぐらいにしておきたいと思います。そこで、ここではすでに百数十年の時が流れているというのに、どうして議論がいつまでも延々と続いているのかということを考えてみたいと思います。一つは議論の中で
ある命題が導き出されたとしても、それは決して実証されることにはならないということです。例えば、物理学の命題であるならば、数学的に論証されたものが、後の時代になって実験によって実証されるということがあります。しかし、経済学の命題は、特に典型論争が扱っているような社会の根本的な構造の認識に関わるような命題は、数学的に論証されたからといって、実験で確かめられるようなことには決してなりません。では、どうして全く実証される見通しがない命題を論証しようとするのかというと、そこには、世界観をめぐる論争があるわけです。ところで、過去の典型論争を振り返ってみるなら、そこには実は地代論がありませんでした。地代論を抜きながら、価値剰余価値と生産価格利潤の量的関係を問題にするということは、私やや片手落ちな議論だと思うんですけれども、今までの典型論争はそのような形で行われてきました。そして、地代論には先ほど言いましたように、虚偽の社会的価値の問題があります。しかし、この問題は、実は、典型論の中で議論しようとすると、もしかしたら解ける可能性があるのではないかと私は考えております。ということで、話がとんでもない方向に向かってしまいましたが、ここでは最後に、養蜂地代論の骨子について少しお話しします。養蜂業は、すでに他の用途で使われていて経済的価値を生み出していた土地に、蜂が蜜を集めてくることによって追加的な価値を生み出します。この追加的な価値が養蜂地代なんですけれども、それを養蜂業者が手に入れます。土地所有自体が生み出す地代のことを絶対地代と言いますが、今言った養蜂地代は絶対地代的性格を持った地代と言えると思います。でなお、蜜を集める条件は養蜂場ごとに異なっています。花に恵まれた好条件の養蜂場があるかと思えば、恵まれない条件の養蜂場もあります。こういう差異を表現するために、法度という言葉があります。そして、土地の法度が違うと、生み出される経済的価値は異なっています。また、最も劣った土地のことを最劣等地と言いますが、この最劣等地が生み出す経済的価値と、それよりも上の優等地が生み出す経済的価値の差を差額地代と言います。こうした差額地代は、養蜂業でも考えることができると思います。また、差額地代は固定的なものではありません。土地に投資して、土地が豊かになると、より大きな経済的価値を生み出すようになります。こうやって、土地に対する投資によって変化した差額地代のことを差額地代の第二形態と言います。それに対して投資を予見としながら差額地代を考えることを差額地代の第一形態と言います。こうした第二形態であるとか、あるいは第一形態の差額地代も養蜂地代として考えることができると思います。以上、養蜂地代の話でした。ご清聴いただきありがとうございました。